始まりましたかね。音声入ってるかな。てってって。よし、大丈夫そうですね。音声もちゃんと入ってますね。はい、それでは始めましょう。はい、皆さんこんばんは。徳旅 TV の徳富です。今日は2024年12月17日の火曜日ですね。そうで、ちょっとね、今ね、ふと思ったのですけれども、このサムネになっているやつ、表紙になっているやつなのですけれども、これは僕の7年前なんですけれども、ちょっと今よりもややふっくらとしているかなというような感じがするというふうに思いましたね。で、その後ですね、コロナに入った後に、もっと体重が増えまして、多分ね、76か7ぐらいに行ってるんですよ。で、あの写真が多分65ぐらいかな。で、そここそコロナでコロナ期間中に、どこも行かなくなって、ほぼ運動もしなくなって、歩くこともあんまりなくなって、だいぶ体重がぐーんと70キロ台、後半の方まで行ったのですけれども、去年の、6月ぐらいか、2023年の6月ぐらいから、ちょっとこれではいけないということで、ダイエットを始めまして、でそこからだいぶ下がっていって、最も落ちた時で59ぐらいまでいったのかな。でもね、さすがにね、それはね、痩せすぎかなということで、今もちょっと戻っています。多分今、ちょっと最近体重計乗ってはいないのですけれども、なんとなく感覚的に62ぐらいじゃないかなというふうに思っていますね。そう、先ほどのもう一度、このサムネの写真。そう、ここよりも、この写真よりも、今の方がシュッとしているんじゃないかと思います。プラス7歳。今、僕51歳です。で、この写真の時が、43ですね。誕生日前なので43歳です。その頃よりも、もしかしたら、見た目としては若返っているかもしれないです。体重のせいですね。体重のおかげですね。なので、今ね、ちょっとね、最近はやや上昇気味なので、できるだけ抑えようというふうにはしています。で、運動すればいいんですけれども、ちょっとなんか最近ね、寒くてね、あんまり運動をやる気は起きなくて、かなりサボり気味です。ここ1ヶ月ぐらい、まるまるちゃんとした運動をやってないかもしれないですね。歩くことは、外を歩くことは結構、歩いてはいるのですけれども、ちゃんと室内でのトレーニングはサボり気味なので、これはね、ちゃんとやらなくちゃなというふうに思っています。あと、シュッと見えるというのは、先週の金曜日のライブの時には、ひげもしゃもしゃ、ボーボー状態だったのですけれども、昨日、ちゃんと処理をして、僕はひげは剃らないで、ひげ取りまで、バーッと、ここら辺、サイドのところを落として、こことここは短くカットするというようなことをもう何年も、多分25年ぐらいこのスタイルでやっています。髪の毛短くして、ひげがあるというスタイルですね。ひげがなくなったことで、先週よりもまたちょっとスッとしているような感じになっているかもしれないです。さあ、というところで、今日のお話に行きましょうかね。今日は体力を振り返り、多分以前のタイトルは、初めての
タイ一人旅というようなものだと思います。そのシリーズです。初めてのタイ一人旅のシリーズです。2017年8月の旅ですね。今から7年前のタイの旅の様子をお話ししたいと思います。この旅は、何泊だったかな。つい忘れちゃうんですけれども、現地で6日間過ごしましたね。現地5泊6日の旅でした。で、今日のお話は、その4日目ですね。旅の後半戦に入ったところになります。で、この日宿泊していたのが、ワットアルンビューのリバーアルンバンコクというホテルになります。チャオプラヤ川のワットポー川ですね。ワットポーの本当にすぐ近くにあるホテルですね。ほぼチャオプラヤ川沿い。で、当時で日本円にしてだいたい1泊9000円のホテルでした。今だと、そのタイのバーツと円の関係性からいきますと、1.5倍ぐらいなので、1万3000円ぐらいだと思いますね。今、宿泊しようとすると、安い部屋でも。最近の僕は、そんな高いホテルに宿泊するということはないので、この当時ですね、7年前はね、こんなね、豪華なホテルに泊まっていたんだなというふうに、この写真を見て思い出しました。で、ここは、ホテルのルーフトップレストランですね。屋上部分に朝食どころもありました。朝食どころ、日本風に言うとなんか、ちょっといきなり庶民的になりますけれども、朝食を食べる場所がありました。で、もちろん、ワットワルンビューですね。朝からこのワットワルンを見ながらご飯を食べることができるという。で、こちらが朝ごはんです。やっぱり食事もね、高い、いいホテルなだけあって、ちゃんとしていまして、メインの料理を選択できる。で、さらに、この卵料理もどんなものがいいのか選択できるというような形でした。で、僕はこれメインはパッタイですかね。で、卵はオムレツと。なんか朝からね、こういうものを食べるという、最近では、大体ローカル食堂で、タイに行った時にはローカル食堂で50バーツ、60バーツのご飯を食べていますけれども、なんか、すごい豪華な感じですよね。多分普通に食べたら200とか300とかいっちゃうんじゃないかというような感じの朝ごはんでした。それで、リバービューでもありますので、チャウプラヤ川を行き来する川を眺めつつ、先ほどのワットアルンの美しい白い仏塔を眺めつつ、ご飯を食べることができました。そして、前回もお話ししたのですけれども、こちらがお部屋の中の様子ですね。なかなか個性的というか、見ないデザインのお部屋でした。これ手前部分に洗面台があって、その向こう側がすぐベッドになってるんですよ。で、シャワーは、この左の奥の方にある、このカーテンの部分かな、それとも、この後ろ側、写真には写ってない、この左手の奥の方にシャワールーム、トイレ、シャワー、一緒のものがありました。こんなね、なんか、おしゃれなお部屋に一人で宿泊しました。で、これがホテル建物の外観ですね。リバーアルンバンコクというところです。一応ね、リバーアルンバンコク。Google マップのリンクをチャット欄にできるかな？コピーされないぞ。
後で興味ある方は、この、Google マップのリンクを今送りましたので、見てみてください。ワットポーの本当にすぐ近くです。そして、チャウプラヤ川の海岸にはワットアルンがあるという、そんなロケーションのホテルでした。さあ、で、この日なんですけれども、この日はね、もう定番の観光地を巡るというプランになります。まず最初に向かったのが、ホテルのすぐ近くにあるワットポーですね。この当時は、配管料が100バーツ。今どうなんだろうな。最近ワットポー行っていないので、料金がどんなものなのか。今も100バーツかな。もしかしたら値上がりしてるかもしれないですね。今 Google マップ見たところ、3週間前の投稿で300バーツって書いてありますね。7年前に比べると3倍のお値段になってますね。でしかも円も、円安になっているので、この値段の感覚としてはもうだいぶ高くなっているような感じでしょうね。100バーツでお水付きでしたね。で、ここがチケット売り場です。多分ね、朝、朝食食べて、すぐの時間帯に行ったので、そんなに混んでなかったですね。で、ここが入り口かな。で、ワットポーの、こういうね、模型見るの僕好きで、西さん、一度泊まりたいホテルです。コメントありがとうございます。そう、結構、有名というか、穴場というか、なかなかいいホテルだと思います。今回僕が泊まったのは、多分一番安いお部屋だったと思うのですけれども、ワットアルンビューのお部屋もあって、そこはちょっと値段が高めになっている。さらにもっと広いお部屋だと思いますね。僕が泊まったみたいにベッドと洗面台が一体化しているという面白いような構造じゃないかもしれないですね。ぜひぜひチェックしてみてください。で、こういう模型を見て、なんとなく全体像を把握するということをいつもやっています。で、ワットポーといえば、涅槃像。まだまだここから先に入っていくんですけれども、ここですね。で、タイの寺院に入るときには、やっぱり服装の規定があって、肌の露出が、多いものはNG ということは、きっと皆さんご存知だと思います。女性の場合には足出していたり、肩出していたりというのがダメだ。で、僕はサンダル、ハーフパンツ、T シャツ、というスタイルでしたけれども、それで OK でした。ワットポーもワットアルマもこの当時ですね。で、最近もワットアルンには行ってますけれども、その時も、ハーフパンツ。膝が出ていないハーフパンツ。多分男性の場合はちょっと緩めなんですかね。女性の場合は割と厳しめかもしれません。で、肌の露出が多い時にはこういうような服。これは確か無料のレンタルだったと思います。そして中に入っていきましょう。建物の中に入ってみると、巨大な涅槃仏がいらっしゃると。もう本当にね、でっかいんですよね。カメラじゃなかなか収まらないくらいの大きさです。で、これ足の方から見たものですね。で、こういうような場所だと、やっぱり一箇所に立ち止まって見るというような時間が長くなると思います。で、やっぱり荷物に対する注意というのも薄れてしまって、
どうしても油断してしまうというようなことがあると思います。やっぱりスリには注意ですね。で、この案内を見てみますと、ピックポケットギャングスっていうんですね。ピックポケットギャング、スリ。こういう表現なんだと、もうこの写真を見返して、そうなんだというふうに思いましたね。結構やっぱり聞きますよね、このワット4でのスリ。割と狭めの通路なので、そこに観光客の人が、ある程度の時間立ち止まって見てしまうというようなことがあるので、ぜひ皆さんもその点は注意していただけたらと思います。カバンは、バッグは必ず自分の前に。リュック、ちょっと言ったら、リュックには絶対に貴重品は入れない。で、リュックも前にやっていた方が安全ですね。で、ちょっと話がそれていきましたけれども、土根判物はこの足の裏のところを見るのもやっぱりおすすめですね。ここちょっとね、金網越しになってしまって、やや金網が入ってしまって、なんかちょっと全面が曇りみたいになっていますけれども、スマートフォンだったら、これもっと綺麗に撮れます。金網の隙間にちゃんとレンズが入るので、これ大きいカメラで撮っているので、どうしてもね、こういうようなものが入ってしまいました。で、これ裏側です。ちゃんと枕もあって、そこの装飾も見事ですね。で、一応チケットは水付きでした。後で見るワットアルンもそうです。水もらえるんですけれども、多分僕これ飲まなかったんじゃないかな。飲む機会がなかったかもしれないです。ホテルに持ち帰って飲んだかもしれないな。で、あとマッサージですよね。やっぱりワット4はマッサージの学校も確かあったと思います。お寺の中でマッサージを受けることができる。ここがまさにそうですね。発祥の地かな。で、僕は、タイに行ってもマッサージ屋さんって行ったことないんですよ。マッサージ受けるのが、あんまり好きじゃなくて、日本でもそういうマッサージとか整体とかそういうようなところには行かないです。で、タイでも実は行ってないです。タイといえば、マッサージという人が多分多いと思うのですけれども、ほとんどの人がやっぱり観光ルールとしてマッサージというのを入れていると思うのですけれども、僕は外しています。で、最近だと、ちょっと怖いニュースもありましたよね。首やっちゃって亡くなってしまった歌手の方、女優の方がいたというようなニュースが流れてきました。首をね、割と多分、無茶な角度にやってしまうようなマッサージだったんじゃないですかね。やっぱり首はやっぱり危険なので、皆さんもその首を無理な角度にされるようなところがあったら、ぜひ、ノーと断ってください。安全第一でマッサージも受けてください。で、これもワット4の仏塔ですね。で、お寺の中には、水コーナー、ドリンキングウォーターということで、先ほどのペットボトルの水がもらえるというのがありましたけれども、それを飲み干した場合には、そのペットボトルに、空のペットボトルにこの水を突き刺すことができるというような形でした。で、ワット4見学を終えた後は、カフェタイムです。最近の僕の旅の場合には、コーヒーを飲むときには、大体、ドリンクスタンドで、もう屋台で引っ張って歩いている。ドリンクスタンドで25バーツとか30バーツとか、それぐらいの値段のコーヒーを買うことが多いのですけれども、この7年前には、
ちゃんとしたカフェに、おしゃれカフェに行っていました。日本にいるときも、日本のこういうね、なんとなく雰囲気がいいような、おしゃれなカフェに行くのが好きで、タイでも、このカフェですね、建物が青い、ブルーホエルというカフェです。先ほどの僕が宿泊したリバールーン・バンコクのすぐ近くにある、同じ路地にあるカフェです。それで建物の中に入ってみますね。ここが入り口入ってすぐの注文カウンターのところですね。建物の外観も青かったですけれども、中も青いです。もう青メインのデザインになっています。で、これが2階席ですかね。普通の椅子席、テーブル席もあって、やはり壁が青いです。で、これ3階なんですけれども、ここには、座敷席っていうんですかね、お座敷席、靴を脱いで上がる席もありました。で、これはその3階から下を見下ろしたところです。1階まで吹き抜けになっていまして、上から見下ろすことができるんですよ。もう壁面とか、そしてこの階段の手すり部分、ここも青いのがわかるかと思います。さすがブルーホエールですよね。そして注文したのが、この青いドリンク。これが、コールドブルーコーヒーというものですね。なんと値段は150バーツ。当時は多分ね、3.1か3.2円、1バーツが。なので、450円から500円の間ぐらいですね。日本とほぼ変わらない値段ですね。今はドリンク1杯に150バーツを出すということはないですけれども、この7年前の時にはこういうおしゃれカフェ大好きだったので、150バーツでも支払っていました。でもここで建物が青いということは事前に分かっていて、そして青いドリンクもあるということも分かっていました。なので僕も青い服を着ていこうと。青い服を着て、青い空間の中、青いドリンクを飲むというのをやるのが目的でした。さあ、で、またカフェタイムが終わって、ワットポーの横を通ったんですけれども、猫がいたと。僕猫好きで、猫見かけたらもう必ず撮影してしまいます。で、ここでね、ちょっとね、注意点というか、注意喚起があるのですけれども、この画面に収まっています、なんか後ろ姿のおじさんがいますよね。この人は、詐欺師です。なんかいろいろとツアーの勧誘とかしてくる人ですよね。もうずっとここにいて、通る人、ワットポーに入ろうとする人などに声をかけまくっているという人です。多分皆さんもこういうような感じの人に出会ったことがあるんじゃないかと思いますね。ワットポー周辺にはむちゃくちゃたくさんいます。で、こういう人についていくと、トゥクトゥクと、あと、ボート、貸し切りボート。で、さらになんか水上マーケットみたいなところなどに、連れて行かれて、だいぶお高いお値段を請求されるというようなことが、多々あるかと思います。ボートを乗るのは結構楽しい体験ではあるそうなのですけれども、それなりのお値段の請求が来てしまうので、ぜひ気をつけてください。あとね、この前の、11月から12月にかけて行ったとき、このワットポーには行っていないのですけれども、そのすぐ近くを歩い
たんですよ。あ、ワットポーは、この7年前の当時は、まだ MRT 地下鉄がこっちの方まで、ワットポーの近くまで延伸していなかったのですが、最近では、サナームチャイという駅があって、そこからもう徒歩ですぐワットポーに行くことができます。で、この前、このサナームチャイ駅というのを利用して、で、降りて地上に出たんですね。で、出た瞬間に詐欺師のおじさんがいました。観光客にいっぱい声かけて、今日はワットポーとか大きいやってないよ。やってないから別のいいところに連れてってあげるよということで、そのトゥクトゥクとそのボートの抱き合わせツアーみたいなところに連れて行くというのが目的なんだと思います。で、その時の、そのおじさんの姿は、ほうきを持っていました。竹ぼうき。で、いかにも街の清掃をしている、普通の地元の人だよというような風貌で近づいてきて、そういうね、観光客を引っ掛けようという言葉巧みに誘ってくるというような人でした。騙そうとしている人はいかにも怪しげな風貌で近づいてくるのではなくて、ごく普通の人の格好をしてくる。今回、今年見たのは、掃除をしている人ですね。そんな姿で近づいてきますので、一般の人を装って近づいていきますので、その点もぜひ注意してください。まずね、そういうところで声かけてくる人は詐欺師なので、最近の傾向としては、休みだ。ワットポーとか、オーキーとか、休みだから入れないよ。で、今は入れない時間帯だよ。などというようなことを言ってくる。まずそれは 100% 詐欺です。ぜひお気をつけください。さあ、その後は、王宮の方にいました。で、王宮はこれ横通っただけで中には入れなかったんですけれども、外から見ただけで満足しちゃいました。そしてその後、お昼ご飯を食べに行ったんですね。ワットポーから王宮の横を通って、フェリーターミナルのターバハラートというところかな。テクテクと散歩で歩いていきました。で、そこにあったお店が、こちらのグラムというお店です。これね、残念ながらね、今はもうね、やっていませんでした。Google マップにももう載ってませんでした。で、ここで食べたのが、こちら、ソフトシェルのハンバーガー。僕、ソフトシェルのカニ結構好きで、以前は日本でもちょくちょくとこういうようなカニ食べていました。どこだったかな。日本のタイ料理屋さん、上野駅の構内にあるところが、ソフトシェルのプーパッポンカリーとかもう大好きでしたね。結構高いんですけれどもね。で、このカニ、バーガー、バンズの取ったところ、こんなね、はっきりともういかにもカニという形ですよね。これ、殻ごと、殻っていうんですかね。もう全部丸ごとバリバリ食べることができます。バリバリ、柔らかいんですけれどもね。これはお店の前にいたんですかな。で、その前に、このソフトシェルのハンバーガー、これがいくらだったかというと、340バーツか。当時の、当時で言うと日本円にして1100円ぐらい。今だったらアレクサ、340×4.5 は
340×4.5 は1530です。1500円か。最近の僕の基準、タイの、ご飯を食べる基準は、だいたい1食60バーツ、日本円で270円ぐらい。なので、1500円というのは、今では考えられないですけれども、当時はこういうような料理を食べていましたね。町のローカル食堂に入るという勇気は、この7年前はまだなかったです。できるだけちゃんとした、外観で、綺麗な、店内の、そういうようなお店を選んで入っていましたね。さあ、食事の後、また散歩タイムなのですけれども、この王宮の北側ら辺ですね。そこはね、もう猫がね、やたらたくさんいまして、もう猫見かけるたびに撮影をしていました。で、この猫とか植木鉢の中にいる子猫、結構好きなお気に入りの一枚です。で、その横にも同じように植木鉢の中で眠る猫。で、なんか荷車っていうんですかね。そこでも寝ている猫もいました。で、これはお寺ですね。お寺の猫。もうこんな感じでね、もうとにかくね、猫で、この旅の最中でも、猫、かなり多く撮影しました。僕は鉄道が好きで、乗るのも、撮るのも好きなんですよ。で、それプラス、猫ですね。猫、自分では飼ってはいないのですけれども、とにかく撮るのが大好きで、以前、名前が今、ポンと抜けて、思い出しました。夕焼けだんだんという、谷中、台東区谷中と、荒川区の西日暮里を結ぶ階段があるんですけれども、そこがね、猫いっぱいいるということで、そこら辺で僕、よく猫撮っていたら、なんか猫を撮る人として、テレビ番組で紹介されたりもしたことがあります。だいぶ昔の話です。何年前だろうな、もう10年以上前、もっと前か、15年近く前かもしれない。そこまでいかないかな。12、3年前、ぐらいかもしれないですね。また、その他で、写真雑誌とかで、そのね、なんか猫特集で猫を撮る人として出たこともあったりします。今あるのかな。多分ね、その兆し今あるのかな。今画面から僕外れてはいると思うのですけれども。猫雑誌がないぞ。俺ないな。ちょっとパッと見で見つからないので、また機会があったら紹介します。ないな、やっぱり。また、どこで見つけたらまたいつか紹介したいと思います。さあで、猫撮影の、まだ猫が続いてますね。猫撮影の後は、シャープラヤ川の船に乗りまして、今度はワットアルに向かいます。ワットポーに行ったらやっぱりワットアルもセットで行きたいですよね。直線距離ではすぐ近くですけれども、やっぱり川を挟んでいるので、船で行かないといけない。橋を使ったら本当にぐるっと大回りになっちゃいますので、船だったら最短距離で行くことができます。ワットアルンの
配管料が、この当時、7年前は50バーツでした。今50バーツじゃ効かないと思いますね。もっとあった気がするな。何バーツだったかな。今年、僕言ってるんですけれども、200バーツですね。7年前は40バーツですけど、7年前は50バーツだけれども、今は200バーツ。4倍のお値段になっています。このね、白い物塔はいつ見ても綺麗です。ただこの日は太陽が出ている時間帯が少なかったので、やっぱりね、晴れの日に見るのが、昼間だったら晴れの日に見るのがいいですよね。ここの時は2017年8月なので、雨季です。雨季といっても、ずっと雨が降っているわけではなくて、ある時間帯に集中してザーって降るけれども、それが大体30分とか1時間ぐらい。で、その他は雨が降らないと。で、カラッと晴れるわけではなくて、割とどんよりした感じ、雲が多い感じ。で、たまにこのような形で青空が見えることがあると。で、そうすると太陽の光が当たって、この白さがさらに際立って美しく見える、と思います。で、この7年前の時には、最近流行りの、貸衣装屋さんっていうのがあったのかな、なかったのかな。あったかもしれないですけれども、ほとんどこのタイの伝統的な衣装を着ているという人はいなかったと思いますが、今ではむちゃくちゃたくさんいます。女性の方は、ほとんどじゃないかな、半分とまではいかないかもしれませんけれども、すごく安い値段で、そのタイの伝統的衣装を借りて、さらにあとヘアメイクもしてくれるというような、でも想像よりも多分安い値段、日本円にして1000円いかなかったりというような、安いところを探せばですけれども、あるようなので、もちろん男性用の衣装、レンタルもあります。せっかくなので、そのタイの伝統衣装を着て、このワットワルンを販売するというのも、面白いと思います。僕はね、今年やらなかったんですけれども、やっぱりね、やるべきだったなと。そんなにお値段もかからないし、手軽にできますし。で、このタイの伝統衣装の貸衣装屋さんは、このワットワルンの周囲、特に裏手側、チャウプラヤ側から見て、裏手側に行くと、もう本当にずらっと、通りが全部貸衣装屋さんというような感じになっていますので、そこまで行くと、すごく安いところも見つかると思います。先ほどの青いカフェのところでも、僕自分の姿を撮っていましたけれども、これ、一眼レフカメラをポンと置いて、で、スマホで遠隔操作をして撮影しています。これはワットワルンに入るときに、やっぱり肌の露出が多い人は、それを隠すようの服をレンタルしていました、入り口のところで。デポジットが100バーツで、レンタルが20バーツ。デポジットは預けて、で、衣装を返したときにその100バーツまで返ってくるものですね。実際に支払う金額はこの20バーツ。ワット4は無料だったと思うんですけども、ワットワルンは有料でした。
ワットある、僕、この角度から見るのが好きです。芝生があるところ、やや北側のところから見るところですね。さあ、そして、ワットアルンから、また、チャウプラヤ川の渡し船を乗って、ワットポー川に戻ってきました。最近、このワットポー川の渡し船の乗り場がすごく綺麗になりまして、昔はこんな感じで、雑多な市場みたいな感じの乗り場でした。そう、これが昔の乗り場入り口ですね。その後は、またカフェに行きました。このカフェの名前がビビザコーヒープレイス。リバーアルンバンコクとかブルーホエールカフェなどのすぐ近くにあるカフェですね。チャウプラヤ川沿いにあります。で、ここでは、これはブルーベリースムージーかなを飲んだわけですけれども、ここのカフェは、ドリンクというよりも、ワットアルンビューなんですね。外席の場合には。店内席、クーラーが効いている席もあるのですけれども、そこが満席だったと。いっぱいで入れなかったというのもあるんですけれども、例えばそこが空いていたとしても、僕はこの外側のワットアルンを見ることができる席を選んでいたと思います。まさにこの席に座って、ワットアルンを眺めながらスムージーを飲みました。で、ちなみに、このスムージーがいくらだったかというと、以前の記録を見てみますと、95バーツ。当時で日本円で約300円。今だと400円超えちゃいますね。意外に、そこまで高くはないお値段ですね。こういう、ちゃんとしたおしゃれな雰囲気のカフェではありますけれども、そんなに高くはなかったなというような印象です。さあ、ここからは、チャウプラヤ川沿いから離れまして、これは、麻生区駅ですね。麻生区駅に行きました。で、この日泊まるホテルが、この麻生区駅直結の、この中央やや左に出ている文字、スクンビットスイートと出ていますけれども、ここがホテルになっていまして、このスクンビットスイートホテルですね。ここに宿泊しました。駅直結なので、雨が降っていても濡れないで済むというようなホテルです。部屋の中も見てみましょう。この部屋は、そんなに広いか、広くはないです。ベッドが部屋の中央にドーンという風にあって、その他のスペースがほぼないような部屋でした。日本のイメージだと、ビジネスホテルみたいな感じですね。で、向こう側に奥にカーテンがありますけれども、その向こうは何にも見えなかったんじゃないかな。隣のビルの壁が見えたんだと思います。光が入ってくるなという程度の眺め、ほぼ眺めはなしの部屋でした。で、この部屋が日本円にして、大体7000円ですね。結構なお値段。今だと1万円近くっていう意味ですか。この前、僕が11月から12月に行った旅の場合には、1泊2000円の
ホステルに泊まっていたので、それに比べると随分豪勢なお値段のホテルでした。反対方向から、入り口の方向を見たものですね。やっぱり狭いですね。ベッドが主役の部屋でしたね。それで、この日の夜ご飯は、食べに行きたいと考えていたお店があったんですよ。麻生区から歩いて行って、麻生区から真っ赤山駅方面に歩いていくというイメージですかね。ところが、もう歩いて、多分ね、30分とか40分ぐらいで歩いて行ったと思うんですけれども、そのお店が休みの日で、定休日の日でやっていないというような、とても残念なことがあって、で、また帰り道、テクテク、行きと同じような道を歩いて帰ってきたというような形なんですけど、この当時の僕は、行き当たりばったりで目についたお店にポンと入るというようなことができませんでした。ローカル食堂に入るというようなことができない時だったので、ここで、さて、夜ご飯どうしようと、どこで食べようかということで、非常に迷ったのですけれども、そこで入ったのが、これがね、すき家です。麻生区駅の近くのすき家。今だったら、まずタイですき家に入るというようなことはないでしょうけれども、お店に入った時には、いらっしゃいませと日本語で言われて、で、食べ終わった後、お店に出る時には、ありがとうございましたというように、日本語でした。もちろんタイ人の店員さんだったのですけれども、でそこで豚骨ラーメンを食べました。すき家で豚骨ラーメン。なぜかすき家で豚骨ラーメン。普通に美味しかったです。今だったら、こういう食事の選択肢はないでしょうけれども、7年前の、まだまだタイ初心者、今でもタイ初心者ではありますけど、まだビクビクしながら街を歩いていた時には、こういうね、困った時には、もう安心感がある日本のチェーン店を選んで入りました。こんな感じでね、タイ4日目が終わりました。思いっきり定番の観光スポットを巡るというような日でした。最近の僕の旅ではありえないようなルートを選んで歩いていっていますけれども、これ今、こうやって振り返ってみると、ワットポー、そしてワットワルンの配管料がもうだいぶ値上がりしているなと。昔は安かったんだなと。で、さらに円の価値も高かったので、今よりも、もっともっと安く観光することができていたんだなというように思います。さあ、そんな感じで、今日は初めてのタイ一人旅4日目の様子を振り返ってみました。そして、次回は初めてのタイ一人旅の5日目の様子をお伝えしようと思います。でもこの日なんですけれども、ホテルステイを楽しむというのがメインのイベントとなっていました。さっきも言いましたけれども、最近のホテルの宿泊、1泊2000円のところに泊まりましたが、このホテルステイでは、いくらだっ
ったか、いくらだったか。2万円近くかな。というような5つ星ホテルに泊まりました。そのホテルがすごいので、もう本当にすごいので、次回お楽しみにしていただければと思います。そんな感じでね、今日は初めての一人旅4日目を振り返ってみました。次回は12月の20日金曜日の19時半に、19時半じゃない、21時半からまた、ライブで、今度は5日目の様子、メインイベントは5つ星ホテルの宿泊。こちらをお話ししようと思います。というわけで、今日のお話はここまでにしましょうかね。では、皆さん、おやすみなさい。また次回お会いしましょう。さようなら。